熊に襲われたらいくらかかるの？ 300 万円。もしあなたが明日の朝、いつも通り会社へ向かう途中に突然ヒグマに襲われたら、一体いくらのお金を失うと思いますか？多くの人はこう考えるはずです。治療費が大変そうだ。しかし今回の話で本当に恐ろしいのは、治療費ではありません。先日、札幌市で起きたヒグマ襲撃事件で、被害に遭った男性について、医療費など約300万円を支払ったというニュースが報じられました。ところがこの数字を見て、私は税理士として強い違和感を覚えました。300万円、本当にそんなにかかるのでしょうか？ニュースのコメント欄にも、高額療養費制度は、健康保険は使えないの？労災はどうなった？という疑問が大量に並んでいました。実はこの300万円という数字の中には、多くの人が知らない日本のセーフティネットの盲点が隠されています。今回は税理士の視点から、この300万円の正体を数字で追いかけてみます。100パリ。まずは事件を整理します。2021年6月、札幌市東区の住宅街に体重158キロのヒグマが出没しました。通勤途中だった男性を含む4人が襲われ、重軽傷を負いました。男性は肋骨を6本骨折し、100パリ以上を縫う大怪我、集中治療室にも入院し、社会復帰まで半年以上かかったと報じられています。さらに事故から5年が経過した現在も、後遺症による痛みが続いているそうです。そしてニュースで紹介されたのが、医療費など約300万円という数字でした。3割。衝撃的な数字ですが、本当に医療費だけで300万円になるのでしょうか？ここで日本の医療制度を確認してみましょう。健康保険を利用した場合、医療費の自己負担は原則3割です。さらに高額療養費制度があります。一般的な所得の方であれば、1ヶ月あたりの自己負担額には上限があります。もちろん実際の所得や治療内容によって金額は変わりますが、純粋な医療費だけを考えると、300万円という数字には違和感があります。ここで最初の謎が生まれます。300万円とは、一体何の金額なのでしょうか？実は記事を読んでも、その内訳はわかりません。そこで考えられる可能性を順番に見ていきます。3つ。300万円を生んだのは3つの要素が考えられます。まず考えられるのが、保険適用外の費用です。差額ベッド代、通院交通費、診断書作成費用、介護用品など、これらは高額療養費制度の対象外です。長期間にわたれば、決して無視できない金額になります。次に考えられるのが、後遺症への対応です。記事では、男性が現在も強い痛みに苦しんでいることが紹介されています。長期の通院や、一部の保険適用外治療が発生していれば、負担は積み上がっていきます。そして私が最も重要だと思うのが、働けないことによる損失です。男性は社会復帰まで半年以上かかったと報じられています。仮に年収500万円だった場合、半年分の給与は単純計算で約250万円です。もちろん実際には傷病手当金や保険給付がある可能性があります。しかし収入減少が完全になくなるわけではありません。つまり300万円という数字の中には、単なる病院代ではなく、生活や仕事への影響が含まれている可能性があります。2択。ここでさらに大きな疑問があります。それは労災という最大の謎です。男性は出勤途中に襲われています。一般論として、通勤中の事故は労災保険の対象となる可能性があります。労災が認定されれば、治療費や休業保障について支援を受けられるケースがあります。ところが今回の記事には、労災についての説明がありません。適用されたのか、されなかったのか、単純化すれば2択ですが、あるいは別の事情があったのかもしれません。報道からはわかりません。だからこそ300万円という数字だけを見て、日本の医療制度が機能していないと結論付けることもできません。逆に、公的制度だけで十分だと断言することもできません。重要なのは内訳です。割合。このニュースの本当のテーマは、熊ではありません。熊より怖い本当のリスク。それは働けなくなるリスクです。多くの人は病気や怪我をすると、まず医療費を心配します。しかし家計を本当に破壊するのは、収入が止まることです。受けるダメージ割合はこちらの方が大きい。住宅ローン、家賃、教育費、生活費、入院していても支払いは止まりません。会社員には健康保険や傷病手当金があります。一方で、自営業やフリーランスには存在しない制度もあります。同じ事故でも、立場によってダメージは大きく変わるのです。再び300万円。数字は嘘をつかないのですが、つけないだけです。つまり、数字だけでは真実は見えないのです。今回のニュースで最も興味深いのは、ヒグマではありません。医療費など300万円という表現、特になどです。治療費なのか、後遺症への対応費用なのか、収入減少なのか、あるいはその全てなのか、記事だけではわかりません。だから私はニュースを見るとき、数字そのものよりも、その内訳を見るようにしています。数字は嘘をつきません。しかし数字だけでは真実も語りません。その中身を考えること、それこそが、お金を守るための最も知的な防衛策なのです。14,749ピス。そして最後に、数字は本当に不思議です。ニュースでは、熊との共存を求める署名が14,749ピス集まった、という数字が報じられます。その数字には意志があります。願いがあります。それ自体を否定するつもりはありません。ただ私は税理士なので、別の数字も気になります。100パリ、肋骨6本、
後遺症も年、そして300万円。署名の数は数えられる。しかし失われた人生は数えにくい。だから私は数字を見るとき、大きさではなく中身を見るようにしています。遠くから眺めると可愛いという感覚もわかるのですけどね。クマ、遠くからならですけど、安全地帯からなら。